ずんだもんなのだ。今回は中央アフリカ共和国のニュースを3件まとめてお届けするのだ。その前に豆知識なのだ。中央アフリカ共和国は1976年から1979年の約3年間だけ国名が中央アフリカ帝国になっていたことがあるのだ。そして今日の一押しニュースは3つ目なのだ。チャド軍が長方期的処刑を行ったと非難されるなのだ。チャドコ地方で人権団体が独立した捜査と刑事訴追を求めている一方で、政府はまだ認めても否定もしていないのだ。それじゃあ早速見ていくのだ。中央アフリカ共和国はアフリカ中央部の内陸国で、首都はバンギなのだ。かつてフランス植民地で1960年に独立したが、その後クーデターや内戦が続く不安定な共和制なのだ。人口は約500万人で、農業やダイヤ、金などの香料、林業が主要産業なのだ。多様な民族と豊かな音楽や民芸が特色だが、近年は武装勢力による治安悪化と人道支援が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。中央アフリカ特別裁判所が賠償問題に直面という記事なのだ。中央アフリカ共和国の首都バンギにある国連支援の特別刑事裁判所 CPS が初の判決事件で被害者への賠償をどう行うかという難題に直面しているのだ。事件は武装集団 3R の3人が2019年5月にクンジリトレムナ村で住民を殺害、レイプした犯罪で2022年10月に有罪判決が出たのだ。被害者側は約1億3800万 CFA フラン、約210万ユーロの集団個別賠償を求め、未亡人1人3000万 CFA、孤児1人2000万 CFA など細かい金額も提示しているのだ。しかし被告は控訴中で、国家も国際パートナーも賠償資金を負担したがらず、CPS の設置法にも明確な賠償制度がなく、実際に誰がどう支払うのか法的枠組みも資金も不足しているのだ。そのため CPS は国内法改正や国際的な被害者基金との連携など新しい仕組み作りを模索している最中なのだ。2つ目のニュースなのだ。赤道ギニア女性が政府の長に就任という記事なのだ。赤道ギニアでマヌエラ・ロカ・ボテイさんが初の女性首相に任命されたのだ。任命したのは1979年から権力を握るテオドロ・オビアン大統領なのだ。ボテイさんは国立大学の文学・社会科学部の副学部長で、2020年から教育などを担当する閣僚だったのだ。前首相フランシスコ・パスクアル・オバマ・アスエ氏の後任で、3人の副首相は続投なのだ。副大統領テオドリン氏は、これは男女平等への取り組みの証だと強調しているのだ。3つ目のニュースなのだ。チャド軍が長方期的処刑を行ったと非難されるという記事なのだ。2023年2月、チャドの人権団体チャド人権連盟が声明を出したのだ。場所はチャドコ地方のバカロム村なのだ。ここで少なくとも民間人11人がチャド軍の部隊によって17日間の拷問の後、コース刑で処刑されたと非難しているのだ。その中には自警団メンバー4人も含まれるのだ。テロ組織出現後、治安部隊が民間人に違法行為を繰り返しているとし、同団体は高級将校が命令したと名指しで批判。政府に対し独立した公正な捜査と刑事訴追を求めているのだ。政府はまだ事実を認めても否定もしていないのだ。ずんだもん、アフリカでは難題と希望が同居しているのだ。被害者救済と説明責任、男女平等の一歩を求めるべきなのだ。
んにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。